回の産業まとめ。米国の中国包囲網は成功するか？同盟の弱い鎖、インドの立場。米国の対中パートナーは日本。バイデン米国大統領が中国に対する包囲網を強めようと動きを活発化させているようです。中国は早速それに対して結束力の弱さを指摘して、失敗に終わると見ています。その根拠として、インドが基本的には非同盟主義を基調としていることを挙げ、同盟の弱い鎖と見ているからです。また、パキスタンとの関係上、米国製ではなくロシア製の兵器を多く導入していることも理由として挙げています。装備間の問題により、米国主導の防衛協定には柔軟に統合することは困難であるからということのようです。中印の緊張状態は徐々に解消に向かっていて、米国への同盟協力によって中国を刺激することはインドにとって得策ではないと指摘しています。そんな中で行われるクアッド4カ国による首脳会談も、方向性の違いから空中分解するのではないかというのが中国の専門家の見方です。一方で先日日本の菅首相と米国のバイデン大統領の首脳会談が4月にも米国で行われると報じられました。米国が対中国の協力先として日本を最優先同盟国として扱っているためと推測されています。現時点では日本側も肯定していませんが、新政権誕生時の初の首脳会談は日本の首相と行われることが慣例化していることもあり、実現すると見られています。編集書簡。今回の概要。中国に対する認識を誤らない。もはや途上国ではない中間。日本の立場を鮮明に。今回も環球時報やグローバルタイムズの報道を中心に構成したので、中国がクアッドを軽視している様子が見て伺えます。しかしこれは中国メディアが政府や国民に向けて発しているメッセージに過ぎず、中国政府自体は警戒を緩めていないでしょう。クアッドを恐るるに足らずと宣伝することこそが中国メディアに求められている姿勢ですからね。これが実情と思ってはいけない。こういう報道姿勢は北朝鮮と同じなのでね。自称最強を誇示しつつ、内部ではバタバタしていることでしょう。全人代が行われていることもあり、中国のこれまでとこれからの戦略を調査したり考察しているところなのですが、一つ注意しなければならないことがあります。これは中国だけでなく韓国に対しても当てはまるわけですが、我々は彼らを決して過小評価してはならないということです。中国に関しては右派論断などは脅威論と侮蔑の両輪で回っています。反中という姿勢を維持するためには中国を脅威と捉えなければならず、かといって日本の弱さを示さないためにとことん中国をけなすわけです。この両極端な見方が中国の実情を見誤らせる原因だと思います。よその YouTube チャンネルなどを見れば特にそう感じます。韓国に対してはもっとひどくて、とにかくケチョンケチョンにけなしていればお金が儲かるという仕組みに群がって、ひたすら過小評価し続けています。いや、中国も韓国もそんなにしょぼい国なら日本の今のこの立場は何なんだ、というと、それは左翼化したメディアや野党のせいとかいうわけです。まあ、ともかく自民党政権はよくやっているということらしいんですけどね。そんなものの見方じゃ世の中見誤るって。私はとにかく公平に、まともな見方をしようと心がけています。全然そうじゃないって。話を中国に戻して繰り返しますが、中国を過小評価してはなりません。米国が深刻な競争相手としているように、日本も中国がどういう国なのかはっきりさせるべきだと思いますね。中国は日本が何かを教えてあげなければならないような存在ではもはやありません。それは80年代の話。先進技術協力なんかも必要ありません。そんなの奪われるだけです。環境関係で協力体制をとっていますけど、本当にそんなの必要？10年前ならまだしもね。中国も韓国も、もはや2周遅れの途上国ではありません。日本にとって深刻な競争相手でありある部分では脅威でもあります。これを茶化したりけなしたりしている場合ではもはやありません。笑っている場合じゃないんですよ。そうやって優越感に浸るのは楽しいかもしれませんが、現実では足場はぐらついているわけです。そんな認識じゃ国益は守れませんよ。中国はもはや米国ですら一国で対処できる国ではありません。
多国間の結束によって孤立化させ、弱体化させる必要があります。しかし日本としては現実問題として経済で大きく依存しているため、それができないというわけです。具体的にどういう戦略を取るかが曖昧なため、どっちつかずが続いているわけです。なので領海侵犯にも毅然と対応できない。対応するのかしないのか、未だに決めかねて結局何にもなっていないわけですよ。インドを同盟の弱い鎖だと言いましたが、日本もそれになりかねない。中国としてはそれも含めた上で結束力が弱いと見ているのでしょう。その、専任計画の問題では、左翼化した学術会議や研究者が問題としている声もありますが、それは問題のごく一部だと思います。日本全体が中国の存在を見誤っている。過大評価と過小評価が入り混じり、脅威であり嘲笑すべき途上国だと思っている。そうした誤った認識が専任計画への対応を遅らせたし、今も中国への対応を誤り続けているのだと思います。認識の誤りを政府も認め、新たな対中政策を明確にすべきです。中国とはどんな国か、日本はどう振る舞うべきなのかを。また難しい話だね。中国はもう敵でいいんじゃない？経済界がそういうのを拒んでいるんだよね。近くて大きな市場が魅力的だから。中国人もう来なくていいけど、今は街が静かでいいよ。そんなにやかましいの？街中では。ほら、中国人って普通に話してても声が大きいし広がって歩くじゃない？ちょっと邪魔だなぁと思ったら中国人。やかましいなと思ったら中国人って感じだったね。コロナの前までは。そうなんだ。確かに近所のスーパーにも中国人観光客がいたりしたね。あと民泊とかにもたまに。それがいなくなって静かな日本って感じでなんかいいよね。まあ、でも日本で大量に無駄金を使ってくれてたんだけどね。観光の人は今は大変だね。それでも日本の場合はまだ大半が国内の観光客だったらしいよね。そう言ってたね。私たちも旅行行かなきゃね。最近そういう気分が全く起きないよ。今度また出張で、しかも泊まりでどこか行くからそれでいいや。へえ、いいなぁ。白雪さんも言ってたじゃん。ほとんど日帰りだけどね。でも新幹線乗るのは楽しいね。カフェ巡りとかも。おっとそういう話じゃなくて、中国包囲網の話だよ。怖そうな話だね。キューって首絞めるんでしょ？それが包囲網のイメージ。それじゃ考察だけど。あ、違った？息の根を止めるのかと。そんな過激な話じゃないから。締め続けてしぼませるだけ。死んだら大変だから。大して変わらないよね。でも微妙に違うんだよ。まあ締め続けてたら破裂してバラバラになるかもだけどね。そうなるといいね。あからさまに言うね。私もそうは思うけどさ。あのね、白雪さんって不思議ちゃんではないかという声を聞いたんだけど。チャットのコメント読んだんだ。ちゃんと否定しておいたよ。ふふ、私を話題にしてくれて嬉しいよ。それでね、思い出しちゃったんだ。会社の同期入社の女の子で最高に空気読めない摩訶不思議ちゃんのこと。あ、今日は米国生活の話はお休み？お休み。皆さんに本物の不思議ちゃんとはこれだ、というのをお伝えしたくて。あ、そうなの。まあたまには別の話もしないとね。それでね、前に話した新入社員のマナー研修の時の話なんだけどね。切れたら怖い40代の大阪のおばはん講師ね。おばはんって、そう、その人の話。で、マナー研修は2日間あってね、1日目の最後に研修の感想文を提出したの。書けた？私、これでも書くのは得意な方だから。で、その感想文にね、講師が赤ペンでコメントを書いてくれて翌日戻してくれたの。翌日？大変だね。研修終わってからも何十人分もそれやるんだ。そうなの。研修終わってから30人くらいの感想文を見て、一人一人にコメント書くんだよ。怒ると関西弁で迫力あって怖かったけど、意外と人情味があって優しいんだよね。そういう味のある人なのね。で、その日ね、
摩訶不思議のマカちゃんが研修中にうつらうつらと居眠りしちゃって、その講師に、寝とるやないか、どないやねん、って注意されたの。本当にそんな関西弁だった？うん。多分そんな感じ。そしたらね、マカちゃんはなんとうふふと笑いながら、先生も私たちの感想文チェックしていた時寝てましたよね、って摩訶不思議なこと言い始めたの。やばくない？なんだか嫌な予感するね。みんなきょとんとしてたから、マカちゃんは話が通じてないと思ったらしく、自分のカバンの中からその感想文を取り出して。だってほら、先生のコメントの文字がミミズみたいになってる。キャハハって笑いながらひらひらとみんなに見せたの。うわ、恐ろしいなこの子。これはさすがにやばいと周りはみんな凍りついたよ。笑ってる子もいたけど。それで講師はどうしたの？切れちゃった？講師は、何の話やねん、ってごまかして事なきを得たというか、そのままお開きになったけど、私見ちゃったんだよね。また、何を？マカちゃんの感想文に講師が書いた赤ペンのコメント。ミミズどころじゃなくて、頑張りなさいって変な赤い線がビヨーンって伸びて落書きみたいになってたの。図星すぎて反論できなかったんだ。眠い中頑張ったのに。こういう空気読めないのが不思議ちゃんなんでしょ？その子はただ単にヤバい子。ある意味天真爛漫かな。白雪さんはその後どうしたの？私はしっかりと空気を読んで、何も聞こえない、見てないふりをして斜め上を向いてたよ。素直で気が利くできる子ってことが伝わったかな？その気が利くっていうのにはいつも同意できないんだけど。